코로나 시기에 갑자기 와가지고 길에서 아이들을 캐스팅을 하고 BTS を発掘したプロデューサーが手掛ける全員10代のボーイズグループバイビー。3、2、1、ゴー！でかっ！あ、天井高っ！めっちゃ濃い。俺らもしかしたらやばいことしてるかもしれない。デビューライブが日本武道館。8月31日本番までの159日を完全密着。さらにあなたたちはこれから武道館ライブの前に自分たちの力だけでセルフライブを開催してください。最初のセルフライブは1ヶ月後です。時間な。1ヶ月はちょっと1ヶ月。武道館だけの準備に行けないんだ。場数踏めってことですね、きっとね。行くぞ。しゃー。Let's go。こんにちは。こんにちは。腕試しで行ったゲリラライブでは足を止めてくれた観客はわずか40人。けど正直今の状況じゃ武道館もだし22日もわからないくなってきたので、すっごい不安の顔になってるじゃん、みんな。1週間後のセルフライブでは目標の300人を集めることができるのか。みんな大丈夫かな、メンタル。これね、いや、だいぶ来てましたよね。やったことでね。こんにちは。お願いします。ありがとうございます。今日は。ありがとうございます。札幌のね。連日の過密スケジュールで全員揃っての練習がなかなかできていない5人。忙しいんだ。やっぱり何か火がついたんですね。ね。でもそこまで歩いてくるとだいぶシックな感じですから、わーって感じでそれでいいと思う。この日の昼に行ったゲリラライブで100人が目標だったが集まったのは40人。結構天気が悪かったっていうののせいであんまりやっぱ人が集まらないっていう自分らのレベルというかもう知れたので、ちょっとこれから頑張ろうって思いました。僕たちが目標にしている300人、それを超えたら僕たちは嬉しいんですけど、まずは300人以上集める。絶対300人は行きたい。行けそうってよりはもう行かないと。覚悟が。1週間後初のセルフライブ。目標は300人。300人集まったらすごい。これやった方がいいです。これやってから今日もなんかそれやりながら思った。途中でだからなんか飽きてくるなと。一回これやってからちょっとかけてもらったんですよ。止まってるのはちょっとなんか眠いとかすいません。こだわりが前で。あ、そうか。最初から。そうか。昔とか全然意見が出なかったんですよ。なので最近ゲリラライブをセルフライブを自分たちで作るとか、武道館があるっていうのを考えて、すごいなんか自分たちで作り上げたいっていう意識が他のメンバーにも芽生えてきて、すごい意見を全員で言い合ってて、すごいいい感じでなってたので、違う意見がいくつか出てきた時は僕の場合は結構もう客観視してお客さんの目線で見るようにしてて、どうしたら注目されポイントがフォーカスされるのかとかを考えながら見るようにしてて。焦りや不安の中に成長の種も。時間が迫ってくる。こういう感じやねんな、広場が。こういうとこ初めて来たかも。なんかちょっとアウトレットとかに似てる。会場に来てるんだ。これか。あ、これステージ。これがステージ。なるほど。これがステージだ。なるほど。
言うてちゃん別に思ったより全然でかくない。そうここからもうあ、そうこれが言ってた2回3回の部分でああそれとすげえ。座る人にここで見てもらって練習になりそう武道館の。でちょっと後ろの方は立ち見とかになっちゃうのかな。なるほど。今回セルフライブを行う札幌ファクトリー、学生時代によく通ったそうだよね。秋人と小太郎の思い出の地。客席はステージフロアだけでなく3階からも見下ろせる2000人以上のキャパシティ。綺麗なところ。全部僕たちの友で埋めるって考えると本当に難しいなっていうのを本当に最近現実を知るっていうか感じるので、難しいかっていうか、なんか具体的に自分も理解してなかったのが最近いろんなことを通して結構やばいっていうか自分でも感じているので、すごいパフォーマンスとかもまあ練習はしてるんですけど、その中でもこのパフォーマンスをいくら頑張っても人が来てくれないことにはまあ始まらないというか。けど後ろ立ち見の人がいるから後ろも通った方がいいかも。フリースタイルでいいんちゃう。フリースタイルが結構僕そんな時間いや多分もうめっちゃあそこまでもし人がいるって仮定した場合、多分そんな1パート1パートごとにこんなのできないから、多分普通にフリースタイル適当にフリースタイルがベストだ。こっち行ってこっち行ってとかすんけや。まあ練習生の時から、まあ、僕が一番下なんですけど、こうやっぱり引っ張っていくところは引っ張っていかないと、偉い。そのこう一人がずっと一番年下でも引っ張って言えるいく感じになっちゃうので、ね。なるべくこうチーム全体でこの意見を出し合うっていうのは意識しています。小太郎くんがもうしっかりしっかりしてる。ちょっと15歳って忘れる。私の息子の1個上なんですよ。そんなこんな喋れないと思う。尽きない集客への不安、チームで考えた今できるこそうと。無駄な話してないですよ。本当大人すごい札と思う。幌セルフライブまで残り5日。あ、すみません、僕たちバイビーっていうグループでライブするんです。そしてバイビーっていうグループでもしよかったら受け取ってもらうだけでも。すみません、ありがとうございます。なかなかね。みんな見たことあるこんなイケメン。もし時間があれば、もしよかったら僕たちバイビーって言って受け取ってもらえませんか。僕たちバイビーっていうグループしてて、アイドルグループしてるんですけど、ぜひライブするので来てもらったら嬉しいです。手作りのビラ配り。あやちゃん下書き用に消しゴムとシャーペンとかあったけど、スケッチブック。ちっちゃいのでいいな。こっちは A4 それ A4 でいいんちゃうじゃん。太い系もいるね。少しでも気持ちが届くように手書きで作成することに。するとおすごっ。合図あるやん。合図ね。すげえ。練習室に練習室にもある。これ下に粉タイプかこれ。ああ粉。何やんだっけ味。これはチョコ。僕的には結構マンゴー好きなんです。このサイン、うちらの合図。未来にプロテインを。レッツゴーっていう。でもこれでもさ、いいんじゃん。だってこの辺、この辺を文字にする。寂しくない？だってここの後ろ。まあでも貴重なビラになりますね。これからデビューってね。受け取っといた方がいいで。違うよ。ちゃうよ。漢字間違ってん。これたまに。可愛い。あとコメントは何書く？で YouTube、TikTok やってるってことなんですね。いやでも QR コード絶対あった方がいい。でも今日中に無理じゃん。今時いろんなだ。こと飛べるやつ。今時だ。各媒体の SNS で。知らない方でも来てくださいって思わればいい。来てください。プリン食べてる。初めてなんか食べてくれてる。なんか食べてるの初めて言われよかった。よかった。あ、すいません。今お時間いいですか？すいません。僕たちバイビーって言ってアイドルやってるんですけど。いやなかなかね。大丈夫？いや緊張するよなピラクル。断れると弱気。すいません。今とお時間いいですか？すいません。確かに。もしよければ受け取ってもらえないですか？バイビーっていうグループやってるんで。難しいな。ちょっとむずいよね。いや
ないせっかく書いたからもらってほしいな。ライブするのでぜひこれ受け取ってもらってくださ僕たちライブっていうグループでぜひライブするのでもしよければ5月22日にライブするので来てほしくて。ああ大丈夫受け取ってもらう方だけでもいいですか。あ、すいません、ありがとうございます。しかもね、北海道ちょっと遠慮がちなね、もしよければ力あれば。方も多いですもんね。ありがとうございます。緊張しちゃう。きついね現実は。こんにちは、バイビーです。お願いします。すごいできないよこれ。お願いします。お願いします。ライブやります。してるんですけど、はい。でも明るい方がいいね。札幌ファクトリーアトリウムでライブするので、よかったら来てください。お願いします。お願いします。恥ずかしがり屋が5多いから。月22日金曜日6時からです。はい。お願いします。ライブやります。もう口頭で伝える。これは札幌ファクトリーでライブやります。あー泣けちゃうな。頑張れ頑張れ。ぜひ来てください。同じやつです。これが今の現実。心が折れそうになる中、1時間配り続ける。ビラ配りのところはね、私たち友としてはね、ちょっとやっぱちょっと心苦しかったですよね。嬉しかった。まあビラ配り目線だけで言うなら、もっと散らないといけない。ビラ配りってね、5人いると取りに行けないんですよ。あ、行きづらいってこと。行きづらいなんで、しかもイケメンやってこと忘れてますよ。も自分たちをね。自信持っていい。だからほんまはでも回り込んで正面入っていいんですよ。このね、ほんまはね。どういう感じ？どういう感じ？顔これやでって。来たらそのやっぱりこの横からこういってたと横じゃもう回り込むんですよね。こう止めるんですよ。もうね足止めてて。その後も質問コーナーも椅子に座りながらこう進めていくので、舞台監督との打ち合わせや登場する時に使う音源を僕が今から作っていくんですけど、それはまあすごいな。登場曲の編曲、さらにちゃんと寝れてるのかな。コーナー系あるじゃん。コーナー系で何話すかっていう大枠だけ決めといたり気がする。コーナー系ね。あ、質問。俺らの中で何か共通認識だけ持った方がこの文章のところへ言ってって言った方が不自然だから。台本の制作など全て自分たちで作り上げる。すごいね。次の22にやるやつがそれが終わりじゃなくてもそれが武道館とかにつながってくるんで、一人でも多くの方に共になってもらうために。せーの。バイビーです。よろしくお願いします。じゃあではライブやるんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。受け取ってもらいたいなと思って。でも明日止めてくれた。あ、本当ですか。バイビーっていうのでお願いします。ありがとうございます。本当ですか。こちら僕たち5月22日札幌アクティで入場無料でライブをするんですけど、ぜひ来ていただけますかね。本当ですか。ありがとうございます。ぜひぜひ、ありがとうございます。すいません、よかったらファクトリーでライブするのでぜひ来てください。よかったです。ありがとうございます。お願いします。友になりました。おめでとうございます。こんにちは、バイビーです。よろしくお願いします。いいんですか。ありがとうございます。ファクトリーはい。行きます。ありがとうございます。友だなこれはもう。嬉しいです。来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。絶対にまだ来ます。ここに来ます。ここに。5枚ぐらい渡しとけばいいんですよ。広めてもらうとね、確かにね。そういうのありがとう。あ、よかった、笑ってる。あ、いい笑顔。初めて笑顔見たじゃん。札幌来て。北海道笑ってなかった。確かに札幌で初めてのあ、笑顔。よかった。笑ってた。目標は300って言ってましたけど、私はちょっと厳しいんじゃないかなって正直。逆にどう300来るかと言われた時に、もう東京から駆けつけないとですかね。いや、そうだね。いやほんまにそれぐらいのあれですけど。あ、当日だ。
もうあとできることないんじゃない？かっこいい。ちょっと椅子前に出してお願いします。2回も一応行ってたら時間。あ、確かに。2回1人普通に客席1じゃあ人。俺上行くわ。オッケー。あ、それぞれの曲もあるのか。なんか多分いつも練習通りやれば多分大丈夫やと思う。音も割とちゃんと混ざってるから。2回も結構全体的に見やすいからで結構音もしっかりと聞こえる気がするから俺は。顔どのくらい見える？あと感覚にしたいことみんなない？俺結構できたで。確認を。いつも練習してたよりか少し時間オーバーしたところとかもあってそういうところがちょっと、さっき短くしようっていう話とかになったので、今ごたついたところはこの後の空き時間で合わせて、めちゃくちゃ不安なとこ多いんですけど。いやすごい。今回のステージは40分4曲の歌と間にトークコーナーが3つ。なかなかですよ。10分埋めるって。はい。登場はあれだよね。最初はミライトがなんかいいの。なんか静かに始まる感じ。スタートっぽい。落ち着いた感じでミライトやって、ラララブソングはもうみんなめっちゃ知ってる曲だし、どの世代も来るだろう。そう。俺らだけのライブやから、俺らを見に来てくれる人も何人かおるわけやし。確かに。俺らのことを知らない人も多いから知ってもらうには質問コーナーとかめっちゃええやん。いいと思うけどな。アキトが台本を書きメンバー全員で何度も議論。パフォーマンス以外でもなんか楽しませる方法を考えなきゃで、歌やダンスだけでなくトークでもファンの心をつかめるか。トークってそんな大切なんですね。知らなかったね。曲数少ない間はやっぱトークじゃないですか。やっぱり本当にただお買い物してる人も全然いるので、その人を止めなきゃいけない。特に6時学校終わり仕事終わりその人たちをできるだけバイビーのファン共にさせるというのを今日目標に、そして、今日来てくれた友の人その人たちはもっとバイビーを好きになってもらって帰ってもらうことが目標ですね。今日武道館を埋めるんやったらこの曲の今日まずは成功させないといけない。成功そうやね。で今日来てくださったのは本当嬉しいけど、いやこれよりかもっと倍の人を集めないといけないから。でここが前になったら武道館前にならない。そうやね。楽しんでくれたらねいいから。今日を考えてね、武道館一回忘れよう。そう楽しんで。今日を楽しんで。目標は300人。果たして何人が集まったのか。高橋さん初めてのこの勝負のステージみたいに立った時覚えてます？覚えてます。小さい試合ほどやっぱ緊張したなって思ってて、結局そう多分彼らが今後経験するこれからのステージの中でもしかしたら一番すごい緊張する舞台になるんじゃないかなって思ってます。本番1時間前。緊張するな。それなんかもうほんまに僕たちの実力が分かるというか今の自分たちの。そんなことない。もうこれからだから。どれぐらいの決めないで今何も。分かるからね。ちょっとこれを噛み締めて武道館までちゃんと増やしていけたらいいな、数を。
会場にはあ、でもちょっともう2階とかに待ってる人いるじゃん。すごいやん。1時間前で。す1時間前にもかかわらずすでに多くの観客が運営の想像以上のお客様がいらっしゃったというところもありまして、お席だったりとかスタンディングの部分について先着というか5時に来たからビラ配りの効果もあってか会場前から大行列、抽選を行うほどに。ごい。わあ、嬉しいね。こんなの嬉しいんじゃないですか？出たらもう泣いちゃうんじゃない？知ってるのかな？ちょっと緊張するじゃないですか。メイクさんが緊張しています。メイクさんが一番緊張。メイクさんがもっと緊張してた。お、みーちゃんさん。みーちゃん氏やっと来てくれた。心配で駆けつけたプロデューサーミジョン。ライブ할 때 뭐야? 이탈, 이탈, 해도 신경 쓰려고 해야 돼.止まらない。야 소리 한 번씩 내봐. 크게. 엔진. 이용하고 얘기해야 된다며. はい、お願いします。たくさんトレーニングしてきました。セミのように。はい。そうです。1年間土の中で、幼虫として生きて、やっと木の上に出てきます。はい。僕たちもやっと出てきました。確かにそうです。それが今日のステージ一発目です。はい。頑張っていきましょう。確かにね、頑張ったもんね。この演じ好き。誰も見てない韓国で2年もありますしね。モチベーションが。初めての発表会だよ。これもう MV かっていうかかっこよかったですね今の。何今の？あ、もうやられてる。今の危なかったですよね。5人が。やられてる。稲田さんやばい今の。もう友だ。一回テントの中。みんな喉乾かない俺。よし。はい、もうスタートです。頑張れ。素人同然未完成の5人が成長し、可愛いな。初めて自分たちで作り上げたセルフライブ。もう顔つきがしっかりしてるもんね。全ては武道館成功のために。もうアイドルっぽい。わあ、いけ。緊張するなんか。お母さん緊張してる。自分たちで作り上げた初めてのセルフライブ。集客目標は300人。果たして。もうアイドルっぽい。わあ、いけ。あ、これ作ったやつだ。イオくんがね。すごいすごい。ねえ、しかも持ってくれる。うちわまである。目標の300人を大きく超える。うわ、すっごい。800人ものお客さんが。いるじゃん。いや、もっとおるもっとおるこれ。ね、上とか入れたらね。ここまで自分たちだけで準備してきた初のセルフライブ。果たして楽しませることはできるのか。緊張するなんか。お母さん緊張してる。確かなこの胸なるときめきっと不確かに生まれ
ジャンクション鍵をつかみどこまで行けるか揺らめく不安と覚悟放射する永遠だけ15走り出たきっとずっとこの瞬間を待ってたあ、嬉しい。さないう吹きと Now we can reach me life駆け出した未来 Now we can feel it alive 選び出した光未完成でまっすぐな僕たちの物語 This is our first time 終わりのない旅へ What am I waiting for 誰かの Yes No 決めるのは他でもない深い霧問い続ける意味迷いすら道いざなうコンパス Stepping now we wanna feel this vibe 儚いまま映す this sky こんなに美しい Now we can reach me life 突き抜ける未来 Now we can feel it alive 綺麗。ね、コミックしてくれましたもんね。僕たちを照らしてる This is our side どこへだって行ける Underground 目を閉じた I hear someone call me Now we got reach me life 後目なる未来小太郎くん声出てますね。ダンス上手。本当だ楽しそうよかった。やばいですすごい人がいやー、よく踊れるようになったね。奇跡の5人ってめっちゃわかる皆さんこんにちはバイビーですやばいですやばいですやばいでしょちょっと待ってくださいよありがとうございますありがとうございます本当にじゃあ今回北海道ライブということで北海道出身の小太郎と秋人が司会をやらせていただきます。よろしくお願いします。お願いします続いて披露するのはまあララララブソングはやっぱり僕たちのことを知らない人でも絶対知ってる曲やん、懐かしいというか、雰囲気聞いてくれると思う。世代も来るだろ幅広い世代でね、知ってますよね。カバーも初で人前で披露するだから結構ファンサ重視で考えてるのしやすさ重視夜遅くまで自分たちで一から考えた動きや振り付け自分たちの持ち歌ではないカバーソングを客前で初披露ミスなく終えられるか、土砂降りの午
ありがとうございました。ありがとうございました。すごいでもなんかちゃんと作り込まれてますね。可愛いとかっこいいが、ね、本当可愛いしかっこいいね。知ってる方結構多そうだったね、やっぱ。やっぱこの曲いいですよね。いいね。歌ってても気持ちいいしね。そう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 。いいねこれ。ということでここら辺で質問コーナーに行っていきたいと思います。おお。待ってました。待ってました。ここで友をもっと獲得してね8月の武道館ライブを見据え、パフォーマンス以外でもなんか楽しませる方法を考えなきゃだよね。俺らだけのライブやから、俺らを見に来てくれる人も何人かおるわけやし、確かに、俺らのことを知らない人も多いから、他のスタスコレとかそういうのじゃできひんようなゲームというか、知ってもらうには質問コーナーとか何があるかめっちゃええ。いいと思うけどな。これは事前にインスタグラムで募集していた質問なんですけど、それがいっぱい入ってて。よかった。フリーやとね緊張しますよね。それでもらえて。確かに一人目がねなかなか上がらないですよね。ぶっちゃけ友の前だとまだ猫かぶってるけど裏だと一番うるさいみたいなメンバーいますか？なるほど。誰だろう。いい質問じゃない。選ばれたんだ。誰がある？正直こっちゃんじゃないかなって思ってるんだけど。どうですか皆さん。目の前にあったいこっちゃんが。まあいや。まあ愛嬌すごい可愛いじゃん。しっかりしてるから。はい。ほら可愛いってさ。これ大きいですね。僕たち3曲出してるじゃないですか。恋に落ちたら、未来と花丸3曲出してるんですけど、それでどれが一番好きかっていうのを聞きたいんだけど。気になるわ。恋に落ちたら好きな人。おお。いいね。まあいる。未来と好きな人。おお。花丸好きな人。花丸いいねやっぱりね。一緒に踊れるから。人気だね。ね、花丸なんかちょっとびっくりした今。花丸はもうラストスパートとして、まあ場を盛り上げるにもね、花丸は一番ちょうどいい曲やし。あ、じゃあタイミングバッチリですね。メンバーの狙い通り花丸ダンスで盛り上げることができるか。かわいい。自信を感じますね。Like a shooting star.踊りながら歌うってすごいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいね、こんなフルで見せてくれるんですよね。疲れるねこれ。疲れる。言っちゃう言っちゃう。いや可愛い可愛い。そして最後の曲でメンバーが企てたサプライズが。何？以前
クリスタル K さんのライブ行った時にアンコールステージで恋にしたら急にこうバッて始めて、あそこで結構おおってなったから、やっぱ最後にこの恋にしたら持ってくる、でそこで僕たちができることはファンサービスで降りるっていうので鳥肌を立たせる。これ嬉しいよね。降りてくるって思ってないやろうしな、ファンの人たち。ほんまに大体イケメンは降りてこないですからね。これは嬉しいよ。輝いてるな。よかった。本当だ、男の子のファンがいた。上の方にもしっかり手振って、すごい。最高だね。最高。マジで楽しい。最高。やばいわ。最高。やばい。じゃあそれじゃあ挨拶だけ最後しましょう。はい。以上バイビーでした。バイビー。バイビー。バイビー。またね。すぐ会いましょう。すぐですよ。ダンスもうまくて歌もうまくて、なんか教えてよかったなってめっちゃ近くで見れたし、めっちゃ感動でしたね。踊りがかっこよかったです。どうだった？踊りもかっこいいしイケメンです。イケメンよな。そうやね。男子にもわかるんだ、イケメン。そして時間が許す限り来てくれたみんなをお見送り。今日はありがとうございました。ありがとうございました。わあ、よかった。ありがとうございます。大人気。あれやだ俺。行ってきだってこの間のインスタライブより集まったんですよね。ほんまや、全国から見れるインスタライブ。よかった疲れた。可愛いな。プレッシャーというかあれがすごいあったので解放されたっていうか。本当に全然来なかったんで、どうしようかなってびっくりした。リアル4階まで来てました。いましたいました。超満席でした。大盛況。500以上。500 800ぐらい来てたんじゃない。800以下。上も入れたらもっといたかもしれない。目標だった300人を大きく超える800人を集客。しかし8月31日の武道館ライブはこれの13倍。果たして1万人のファンで埋めることができるのか。ねえ、稲
いや本当にあれ800以上来てるんですよ絶対。来てると思う。やっぱレンキ君がウインクしたりね2回見ながら歌ってくれて本当にレンキ君が成長を感じれて本当に確かにね。いや最高でした本当に最後の駐車場でのみんなの笑顔が跳ねてね。嬉しいありがとう今日一番楽しいよ私あれ見れて一番幸せでした確かにちょっとお母さんの気持ちですよねちょっとね。もうめっちゃみんな好きで嬉しかったし、箱推しですもんね。箱推しだし、だけどあきとくんの顔かっこいいですね。あれ箱じゃなくなってる。そしてなんとですね今日は、札幌セルフライブを終えたバイビーの5人がスタジオに来てくれています。よっしゃー。危ない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 。この後バイビーが登場。札幌セルフライブを終えたバイビーの5人がスタジオに来てくれています。よっしゃー。危ない危ない危ない。危ない危ない。どうぞお疲れ様です。はい、ということで挨拶だけお願いします。はい。はじめましてバイビーです。よろしくお願いします。なんかかっこいい。ねえどうですか生身バイビー。顔みんなめっちゃちっちゃいし。いやねあんまね直視すんのもねあれやからあんまねなんで声低くなんの。なんで声が低くなんの。あんまビビらすわけにもいかないからね。なんかちょっとこっち側向いてるんですよね。高橋さんはねあきとくんちょっとかっこいいなっていうあきとくんいます。そうね。ちょっと見た方がいいんじゃない？基本箱推しなんですけど。いやいやそうでしょ。だけどやっぱりかっこいいし、素敵です。あきとくんしか見てないっすよ箱推しって言ってるのに。スタジオにいる各ジャンルの先輩方に武道館ライブ成功のためバイビーが聞いておきたいことが。僕たちそのパフォーマンスはすごいやっぱ練習するので、やっぱ練習生時代のこともあるので、やっぱ自信、あるにはあるんですけど、そのトークだったり MC でやっぱ詰まることが結構多くて、そこでもっとスムーズに来たらいいよねっていうのがやっぱその反省会とかでも言ってたので、そういうトークに関して何かトークどうですか？トーク確かに私らとかね地元行ったらねみんなが共感できるようなここよう行っててとか、そうですよね。そうですで私ねご実家はみたいな兵庫県の神戸市のなんとかなんとかでみたいな結構マンション名まで言うみたいな僕とかねそういうのもねそんなんしてとかねそんなんとかねすごいウケるんやけれども言うなみたいなウケるんやけどそれはできへんやろうからそれはできへんけどでもファクトリーだったらね好きなご飯屋さんとかの、あそこ行ったことある人とか、ねお客さんと一緒にクレープ屋映ってたんでね。クレープ屋よう行ってたよとか。俺クレープあれ好きだよ食べたことあるみたいな。確かにそうすればよかったです。でも MC は多分結構自分らでバッと喋るのがあれやったら投げかけるのは全然いいですよ。お客さん結構声出したいし聞いてほしいからそうなんかその名前言ってもらうとかで呼んでもらうとか、なんかあだ名とかで呼んでもらうとか、好きな食べ物とかなんか自分の僕のなんとかなんとかはって言ったらこうレスポンスをもらうみたいなやつは絶対に、そしたら一緒に参加してる気持ちになれますもんね、お客さんもね。そのねほぼ直人さんが言ってたけどねこれね同じこと直人さんが言ってたんやけども質問コーナーでなんか裏でよく喋るのがとか言って、で小太郎君へ言うなみたいな、ああいうのって結局私はファンとして見たいと思うんですよ。なんかこういう二面性あんねやっていう。私も言われて言うなお前やりすぎやねん。可愛いもんなん。何やねんそれやりすぎ。私がやったらだけどこういうのでめっちゃ見たいからメンバー間のねこの。僕も結構トークは心配だったんですけど。トークね。すごいいいアドバイスを。お前が採用されるこれね。言うなやーって。これが一番メンバー一心配性の両派が聞いておきたいことが。やっぱり今僕たちに不足しているものというか、もうちょっとこうしたら僕たちはより良くなるよみたいなものってあったりしますか？それじゃあ藤本さんはそれ。私でもさっきの
セルフライブ見てすぐパッて思ったのは多分カメラもここにあったからだし、多分今時の子ってここの目の前に向かってこうやるのはすごい得意だと思うんですけど、こう外にっていうのがこれから学ぶべきだと思うんですけど、なんかファクトリーここいっぱいいるけどあんまり歌の時ってあんまり見てくれないんだなってちょっと。そうそうそう、なんか歌の時に多分こうカメラにもずっと後ろにいる子もずっとこうやってるんだけど、ライブとかだと本当ここにいっぱいいるからこっち向いたら別にこっちの人見てあげればいいし、でわかんないグループの方向性もありますけどこうやってやってあげてもいいし、なんかこう出してたらってやりながら曲も踊るとかってやるとこっちの人もあっちの人も暇じゃなくて楽しくて、あ目合ったみたいな気持ちになるのはすごいあるかなと思いましたね。ねえすごいガチなそうそうそう。マイビーで先輩いなかったから藤本さんが初めての先輩なんで、確かに私でいいからこういう経験って絶対に聞けることないと思うんで、確かにミジョン氏に怒られないから勝手なこと言ってみたいな。ちょっと近かったですよね。ライブの時見てるところ近すぎましたよね。こんな近いの？一番前で。 이제 앞으로 우리에게 이제 있는 과제 중에 하나가 셀프 라이브입니다. プロデューサーミジョンから過酷な指令が。今回は僕の地元なんで、失敗したくないというか。しかし踊らん方がよくないこれ普通に。踊った方がいい気する俺は。どうする。演出をめぐって対立が。セルフライブ第2弾関西編始動。8月31日の武道館ライブ、意気込みは？武道館ってすごい大きいステージ、僕たちも実際に見て分かったので、やっぱりこれからの集客だったりとか、これからリリースイベントっていうのがあるんですけど、そういう部分でもたくさんのファンの人に武道館に行きたいと思ってもらえるように頑張りたいと思います。はい、じゃあレンキ君もどうぞ。北海道のライブをしてみて、で改めて武道館の1万人っていうのがすごいことっていうのが改めて分かったというか、あそこでもやっぱ800人だったので、10倍以上やっぱ集めるっていうのは本当に難しいことだとは思うんですけど、5人で本当に協力して頑張ったら僕はできると思うので頑張ろうと思います。秋人君どうですか？僕もそのパフォーマンスだったりトークだったりっていう課題がたくさん残ってる中で、今回そういうトークのヒントとかもらえたので、そういったことを常になんか吸収しながら武道館にも生かして成功できたらいいなと思ってます。りょうはくん。はい、僕はですね、武道館で武道館に来てくれた方を本当に楽しませて、本当に僕たちのライブに来てよかったって思えるような本当に最高なパフォーマンスをみんなで作っていけたら最高だなと思います。じゃあ最後太郎くん。可愛い。みんな言われちゃう。なんで最後自分の気持ちだから別に被ってても大丈夫。僕もたくさん今準備してて、一番は悔いの残らないようにしっかりステージとかトークとかしっかりできればいいなと思います。はい、ということで武道館ライブに向けて応援してます。頑張ってください。応援してます。ありがとうございました。頑張って。武道館ライブまで残り100日。しかし 이제 앞으로 우리에게 이제 있는 과제 중에 하나가 셀프 라이브입니다. 次なる試練は兵庫でのセルフライブ。今回は僕の地元なんで、失敗したくないというか。しかし踊らん方がよくないこれ普通に。踊った方がいい気する俺は。どうする。演出をめぐって対立が。北海道は絶対超えたいですし、1000人は行きたいです。目標の1000人を集めることはできたのか。バイビーです。よろしくお願いします。7月22日水曜夜10時、番組の未公開シーンやオリジナルコンテンツをバイビーオフィシャルファンクラブともにて公開。
登録は無料。ここでしか見られないバイビーに会いに行こう。